こんにちは、ダイヤル11のちえです。実は私、約3年ぶりとなる一時帰国をしてまいりました。というわけで今回はフィリピンの地方都市ドゥマゲテから日本の私の実家熊本県市中市までの24時間超えの旅の様子をお届けします。合わせて2022年7月時点でのフィリピン出入国情報もご紹介します。まず今回フィリピンから日本へ帰国する私の状況がこちら。フィリピンに観光ビザで2年半滞在している。フィリピンで日本認証のワクチンを3回接種している。この状況で私が必要だった手続きが大きく以下の4つです。順番に説明します。バクサート PH はフィリピン政府公認のデジタル証明書です。日本入国にあたってもワクチン接種証明として認められています。バクサート PH はウェブサイトから自分の接種情報を入力するとデータベースと自動で照合され画像で即時発行されます。ただしそもそも自分の接種情報がデータベースに登録されていないケースが多々あり、その場合は発行されません。ワクチン接種を受けた医療機関にデータの登録をお願いするか、バクサート PH に直接問い合わせる必要があります。あるいは同じく国際的な接種証明として認められている WHO 発行のワクチン証明書を入手する方法もあるそうです。またワクチン接種時にもらった紙の証明書でも大丈夫だったという口コミも見かけます。ただ後ほど説明しますが、フィリピンに戻る際も基本的にはバクサート PH が必要なため、できれば入手しておけるとベターです。ECC はフィリピンに観光ビザなどで半年以上滞在した外国人がフィリピンを出国する際に必要な書類です。正式にはイミグレーションクリアランスサティフィケート、出国許可証といって、滞在中にビザをきちんと延長しているか、犯罪歴がないかなどを証明するためのものです。私の場合は出発の1ヶ月前くらいにマニラの代理店に遠隔で依頼し取得しました。費用は3200ペソでした。MySOS は日本入国時の検疫手続きの一部を事前に済ませておけるアプリです。このアプリ上で手続きを済ませておくことで入国にかかる時間を大きく短縮できます。プロセスは以下の4つです。入力は事前に進められるので、航空券を買ったら早めに入力しておくことをお勧めします。ワクチン接種証明書は私の場合は先ほど説明したバクサート PH のデジタル証明書をアップロードして承認されました。PCR 検査の陰性証明書はフィリピン出国の72時間前のものから有効です。少し前まで厚労省の指定書式のみ有効とされていましたが、現在は現地の検査機関発行のものでも有効とされています。私の場合はドゥマゲテの検査機関で出国の前々日に検査を受け、前日に PDF で陰性証明を受け取りました。この PDF を先ほど説明した MySOS アプリにアップロードし、無事事前手続きが完了しました。ちなみに PDF をアップロードしてから承認されるまでにかかった時間は私の時は約40分でした。これでようやく出発の準備が整いました。今回私が乗るのはドゥマゲテ空港からマニラ空港の国内線とマニラ空港から福岡空港までの国際線、どちらもナショナルフラッグキャリアのフィリピン航空です。チェックインはオンラインで済ませておきました。この時点ではワクチン接種証明などの提示も求められませんでした。時間が結構余ったので外に出て近くのカフェで過ごしました。 Wi-Fi もあり仕事もしやすくて非常に助かります。ちなみにこちらのカフェはちょっとしたお土産も売っています。搭乗口に来ました。かなり空いています。乗客は少なくかなり空席が多かったです。ドゥマゲテからマニラへは1時間半ほどで到着します。今回スルーチェックインはできなかったので一度荷物をピックアップします。さて実は元々のフライトでは2時間で乗り換え予定だったんですが、便が変更されてしまい、なんと12時間待ちになってしまいました。まあこれもフィリピンではあるあるです。フィリピン航空の便が発着するターミナル2は時間を潰せる場所があまりないため、お店やカプセルホテルのあるターミナル3へ移動します。係員の人に乗り継ぎの証明を求められますが、乗り継ぎじゃなくてもカプセルホテルに泊まりたいといえば乗せてもらいます。世界最悪の空港として名を馳せてきたマニラ空港、その理由の一つはターミナル間があまりに離れていること。移動に想像以上に時間がかかるので、ちょっと油断すると乗り継ぎに失敗しかねません。ターミナル3に到着しました。
カプセルホテル利用の場合は6番の入り口から中に入ります。カプセルホテルザ・ウィングスは4階レストラン街マクドナルドの裏にあります。余談ですが、5月時点ではまだ閉まっていたレストランが結構再開されていて、とても嬉しかったです。ザ・ウィングスではカプセルルームの他にツインルームとファミリールーム、さらにラウンジエリアの利用が可能。料金は滞在時間ごとに設定されています。カプセルルームは枕とブランケットあり、さらにタオル、歯ブラシ、シャンプーなどが支給されます。シャワールームでシャワーも浴びれます。ラウンジではコーヒーやジュース、お菓子がいただけます。Wi-Fi も使えてテーブルで作業もできます。実はこの時予約せず飛び込みで行ったのですが、なんとファミリールーム以外満員で利用できませんでした。ウェブサイトから1週間前までに予約しておくことを強くお勧めいたします。ちなみにザ・ウィングスに入れなかった場合は、同じ4階にある SM 健康スパもおすすめです。長時間過ごす上での快適さはザ・ウィングスには劣りますが、マッサージ用の長椅子に横になって仮眠が取れます。もちろんマッサージも受けられますし、シャワーも浴びれます。こうして一晩明かしてターミナル2へ戻ります。ターミナル3のシャトルバス乗り場は空港の中にあるので、外に出ないよう注意が必要です。もともと便数が少なかったシャトルバスですが、最近はさらに少なくなっているようです。かなり時間に余裕を持って迎えられることをお勧めします。時間がない場合はタクシー一択です。ターミナル2でいよいよ国際線のチェックインです。カウンターではワクチン接種証明書と PCR 検査陰性証明書の提示を求められました。私の時はどちらも PDF をスマホ画面で見せるだけで OK でした。続いて出国検査です。パスポートと ECC を確認されて無事出国できました。結構列が長くて、チェックインカウンターに並んでから搭乗口に入るまで1時間以上かかりました。チェックインも早めに並ぶのが良さそうです。空港内は結構人も多く賑わっていましたが、福岡行きの機内はやはりかなり空いていました。国際線も LCC 以外に乗るのも2年半ぶりで、久しぶりの機内サービスに感動しました。映画が見れることなんてすっかり忘れていましたね。機内食はこんな感じ。鶏肉と魚のうち魚を選択しました。デザートにパッケージがおしゃれなセブのドライマンゴーもついていました。ちなみに帰りの機内食はビーフとポークからビーフを選択してこんな感じでした。マニラから福岡まで約4時間。ついに3年ぶりの日本に到着です。ここからいよいよ日本側の入国手続きです。まず驚いたのが、ものすごい数のスタッフさんがいらっしゃいました。そして全員 PPE 着用、マスクにフェイスシールドの完全防備体制で、かなり物々しい雰囲気でした。道がかなり長くて、要所要所でスタッフさんがこちらですと案内してくれました。また体温チェックとアルコール消毒が数カ所設置されていました。最初のカウンターで MySOS の画面表示を求められ、青色の場合は誓約書にサインをしてすぐ通過できました。地域や時期にもよるかもですが、私の時は MySOS を入れているか否かで結構時間に下がったように感じました。入国検査は全く並ばずに通過しました。完全に余談ですが、私の場合一番時間がかかったのは税関でした。これまで20カ国以上に出入国してきましたが、荷物を念入りにチェックされたのはこれが初めてでした。スタッフさんは口調は丁寧なんですが、威圧感があって結構怖かったです。ここまで来ればあと少しとならないのが地方出身者の辛いところです。まずシャトルバスで最寄りの駅に移動して、地下鉄で高速バスターミナルへ向かいます。鉄道を利用するのも2年半ぶり。 IC カードを持っていたのに間違えて切符を買ってしまいました。博多高速バスターミナルから高速バスで熊本県人吉市まで2時間40分ほどの移動です。つまげての自宅を出て約26時間、ついに地元に到着しました。ただいま両親がバス停まで迎えに来てくれていました。いやー、親にも心配かけちゃいましたね。
さて最後に2022年7月時点、日本からフィリピンへの入国情報も紹介します。ワクチン接種が3回完了している場合は、基本的にはワンヘルスパスというサイトへの登録ができていれば入国できます。ワンヘルスパスも日本の MySOS と同様、入国時の検疫手続きを事前に行うシステムです。情報の入力は入国の72時間前からしかできません。入力する情報がかなり細かく、全て英語ということもあり結構時間がかかるので、入国72時間前になったら早めに始めることをお勧めします。この時アップロードするワクチン接種証明書はフィリピン出国前に取得しておいたバクサート PH が有効です。全部の入力が完了すると QR コードが表示されるので、スクリーンショットを保存しておきます。この QR コードが最も大事なので、保存し忘れないよう注意が必要です。私の日本出国時はまず空港のカウンターでワクチン接種証明書とワンヘルスパスの QR コードの提示が求められました。どちらもスマホ画面で見せるだけで OK でした。また私の場合、ビザなしでのフィリピン入国だったため、フィリピン出国チケットの提示も必要でした。フィリピン到着後の検疫検査はワンヘルスパスの QR コードを見せるだけですぐ通過できました。日本の MySOS と違ってワンヘルスパスは情報のチェック自体は到着後に空港で行われます。空港のスタッフが QR コードをスキャンすることで、入力情報をスタッフがデジタルで確認できるという仕組みなんですね。なのでここで入力情報に誤りが見つかると足止めを食らうようです。どれくらい厳密にチェックされているかはちょっとわからないんですが、念のためしっかり正確に入力しておくのが良さそうです。入国検査の列も短く、質問も一切なくすぐに通過できました。飛行機を降りてから空港の外に出るまで10分かかったかどうかぐらいだと思います。以上、2022年7月時点でのフィリピン出入国情報でした。これからフィリピン出入国を予定されている方に一つの事例として参考になれば嬉しいです。次回は番外編。司馬遼太郎が日本で最も豊かな隠れ里と記した私の生まれ故郷人吉球磨地方を紹介します。お楽しみに。